おはようございます。ケンです。今日は最近のテスラに起きている静かな激変についてお話をします。ロボタクシーの話題はすでにたくさん報道されていますが、実はその裏側でテスラは充電システム、人事戦略、AI 開発、そして投資家の評価においても大きく動いています。一見すると小さな変化に見えるかもしれませんが、これらは今後のテスラの価値や株価に大きく影響していく可能性があります。今回はオーナーとして、そして投資家として今だからこそ知っておくべきテスラの動き、こちらをわかりやすくできるだけ正確に解説をしていきたいと思います。それでは早速内容に入っていきましょう。まず最初の話題はスーパーチャージャーの仮想順番待ちシステム、いわゆるバーチャル Q です。テスラのグローバル充電ディレクターであるマックスさんが X で投稿しました。その投稿によると、テスラは現在一部のスーパーチャージャーでこの新システムのテストを行っています。これは充電待ちが発生した時に車のディスプレイから順番待ちにエントリーし、自分の番が来たら通知を受け取るという仕組みです。具体的には混雑時にあとどれくらいで充電できるのか、これが明確になり、先着順が視覚的に管理されることで割り込みやトラブルを防げる設計になっています。さらに、不正に割り込もうとする悪質ユーザーへの対策機能も検討されていて、よりスムーズでフェアな充電環境が整いつつあります。実用化されれば、旅行先や都市部の混雑ステーションでのストレスが大きく減るかもしれません。では次の話題に行きます。次の話題はテスラ社内での大きな人事異動です。2025年6月、テスラは北米とヨーロッパの製造販売を統括していた幹部、オミード・アフシャーさんを解任しました。このアフシャーさんという人物、実はイーロン・マスクさんの長年の側近であり、信頼される実行者、社内の修理屋とも呼ばれるほどの存在でした。そんな人物の突然の解任は、社内でも驚きをもって受け止められたようです。背景にあるのは、ここ最近の販売低迷です。特にヨーロッパでは5ヶ月連続で販売台数が前年を大きく下回るなど、苦戦が続いています。この動きは単なる人事ではなく、テスラが組織の再構築に本格的に乗り出していることを意味しているのかもしれません。では次の話題なんですが、次はこのアフシャーさんの解任とほぼ同じタイミングでテスラはある重要人物を新たに採用しました。その人物は元 GM 傘下の自動運転企業クルーズで自動運転責任者を務めていたヘンリー・クワンさんです。テスラでの新しい役職は AI Deep Learning for Autonomous Driving、つまり自動運転に特化した AI 開発部門のディレクターです。クルーズといえばロボタクシーの先行企業として知られましたが、2023年の事故をきっかけに事業縮小を余儀なくされました。そんな中でテスラがあえてクワンさんを迎え入れたというのは、自社の自動運転戦略において新たな技術的な厚みを加えたいという意図かもしれません。特にテスラがこだわるカメラのみでの運転、いわゆるビジョンオンリー方式の完成度をさらに高める役割が期待されています。では次はテスラに対する投資家の評価に関する話題を見ていきましょう。アメリカの調査会社のベンチマークがテスラ株の目標株価をこれまでの350ドルからなんと475ドルに引き上げました。この評価の背景にあるのがロボタクシー戦略の初期展開です。ベンチマークはテスラが慎重かつ着実にサービスを開始した点を高く評価しています。また、テスラが採用しているカメラのみを使うビジョンオンリー戦略についても他社よりコスト効率が高く将来的なスケール展開に優れているとしています。ただし、すべてのアナリストが強気というわけではありません。UBS など一部の金融機関はテスラ株に対して慎重な見方を続けていて、目標株価を215ドルのまま据え置いています。アナリストの間でも評価が分かれる中、何に注目するかは投資家次第ですが、
ロボタクシーという新しい柱がテスラの成長を支えるとの見方は徐々に広がっています。では、ここで一度テスラの本業とも言える納車台数に目を向けてみましょう。2025年第2四半期の納車数については、一部アナリストが前年同期より減少する可能性が高いと予測しています。その背景には、欧州、中国、アメリカといった主要市場での販売減少があります。例えばヨーロッパでは複数の月で販売台数が大きく落ち込んでいて、中国でも前年比でマイナス傾向が続いていると報じられています。本来ならこうした納車数の減少は株価にネガティブな影響を与えるはずです。しかし実際にはロボタクシーや AI といった未来への期待が投資家心理を支えている状況です。つまりテスラ株の価値は今売れているのかだけではなく、これから社会をどう変えるのか、これにも大きく左右されているということになります。では最後に今回の動きを総まとめして今後注目すべきポイントをお伝えします。今回の動画ではロボタクシー以外にもテスラで今起きている注目すべき変化をいくつかご紹介してきました。スーパーチャージャーのバーチャル待ち行列の導入、幹部の解任と AI 責任者の信任、そしてアナリストによる評価の変化、さらに納車数の減少がありながらも未来への期待が投資家を引きつけている現状。テスラは今単なる電気自動車メーカーから次の時代を形作るプラットフォーマーへと進化しようとしているように見えます。表に見える数字や商品だけではなく、裏側で進む構造改革や技術戦略に注目することが、これからのオーナーや投資家にとってますます重要になってくるんじゃないかなと感じますけれども、皆さんはどう感じているでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し下げて、現在324ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。明日は横浜の方でテスラのイベントである TOCJ が行われます。これは年に1回テスラのオーナーさんが集まって行うイベントなんですが、今回このイベントに初参加します。明日あるんですが、今日から東京の方に行きまして参加する予定です。今日は朝一の便で東京に行き、本日は夜まで予定がびっしり入っております。今回もいろいろな人に会ってこようかなと思っていますので、非常に楽しみです。今日は急いでこれから準備して空港の方に向かいたいと思います。もし TOCJ に行かれる予定の方はコメントなどで教えていただければと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。